Chris is a man. He is American, but also Japanese. He is a Christian, a seafood buyer, and a musician. He loves cycling so much. He also loves camping. And he has a lot of gadgets. I can't say enough about Chris. Okay, let's interview Chris. ゾスゾスレビアスライフへようこそ。今日はですね、クリさんと一緒に、キャンプに、来てて、それは別の動画でね、またその様子を上げてるわけですけども、実はクリスさん前一風堂の動画でね、出ていただいて、それを見たいろんな人たちからですね、あの人は何者だとクリスさん出せと、連絡がいっぱい来ましたねようやく今回クリスさんをねたくさん出す動画を撮らせていただいているということで、ありがとうございます。光栄です。はい。クリスさんちょっと自己紹介を改めて。醤油顔のアメリカ人です。ご両親が日本人というね、ことですからね。なんで日本に一応国籍もあるんですけど、アメリカのパブリックスクール、月金行きましたし、土曜日は南カリフォルニアにある日本語学校っていうか補習校に、小学1年生から中学校3年まで、自分で言うのもなんなんですけど、かなりの英才教育を受けましたね。3歳から、ピアノと公文とそろばん、すごいですね。高校卒業する時に大学どうしようかって悩んでたら、帰国子女の枠というね、おっとアメリカ生まれアメリカ育ちのアメリカ人が、ただそうですよね、日本国籍も持ってるんで、帰国子女枠にも入れるという、実際もね、本当に日本とアメリカの教育全然違うんで、日本の普通の受験は僕が受けたら絶対受からないんでで、帰国子女の枠で、だと、早稲田の場合は古文とか、普通の漢字とか現代文とかありましたね。それが帰国子女枠であるんですか？一応1時間で。結構大変じゃないですか？結構大変でした。普通の帰国子女とか、さっき言ったね、普通のアメリカ生まれアメリカ育ちの2世じゃ無理ですよね。だから僕は高校卒業する時に帰国子女の枠っていうのを初めて知って、じゃあどうすればいいんだ、親と話し合って、南カリフォルニアやっぱ日本人が多いんで、その帰国子女用の予備校があるんですよ。なるほどなるほど。でそこに相談しに行ったところ、いや君の今の日本語は会話は大丈夫だけれども、大学受けるのはまだまだ全然だよとはっきり言われましたね。でそこから高校卒業してほぼ2年ずっとその帰国子女用の予備校に通いましたね。そこで日本語がしっかり伸びたって感じはあるんですか？そうですね。先生のアドバイスで朝日新聞の天聖人語を毎日原稿用紙にただ単に書き写すという手書き。なるほど。僕もピアノやってたんで、マッスルメモリーっていうのはすっごく効率がいいというか、自然と覚えられたんですよね。漢字も覚えられた、単語力もついた、で自然と表現力がつくようになったんですよ。小論文とは何ぞやっていう、そうですね、こういう書き方なんだ。本当にいいですよね、そういう意味では。それで早稲田に行かれてそれもね、いつも笑い話にしちゃってますけど、アメリカ生まれ育ちの自分が何学科に早稲田の教育学部の英語英文学科です。アメリカ人がわざわざ日本に行って英語の勉強をしました。なるほど。でも一応第二言語習得っていう、英語教育と、音声学とか、そういったものを主に勉強しまして。専門性があるから、ただアメリカ人だったらみんなそれで OK ってわけではなくて、その言語の中でも専門性がさらにあると。自分はやっぱ日本の英語教育を何かできないかって、もっと大学入った時にはちょっと思ってて、で本も出してらっしゃるんですね。後々ね、副著者として一応この辺に出してみますアマゾンでもそうですね、一応5冊ね、こういうビジネス英会話の本もクリスさん出してらっしゃって、
いや本当にねいろんな賜物持ってるんですよ。でその後大学出てで日本でも就職されたんですよね。はい、ちょっと PR 会社でそうですよね1年ちょっとですかね。でアメリカに帰ってきまして食品業界に入りまして、ハウス食品とその後はグリコ、で今は水産会社でシーフードバイヤーをやらせていただいてます。この前1ヶ月以上海外出張でしたよね。あれ大変でしたね。16市っていうんですか、国だったら6カ国6カ国16都市、ベトナム、ミャンマー、インド、バングラデシュ、インドネシアと日本。うわーすごいですね。でシーフードの買い付けっていうことですよね。そんな、クリスさんが去年の1月ですかねに、そうですね、シカモア協会に突如現れて、もう今やこの2人っきりでこうキャンプ来るぐらい仲良くさせてもらってて、そうですね。でまたそういう意味ではすごい。まだねだから出会って1年半ぐらいしか経ってないかな。去年の1月ですからね。親友な感覚なんですけど、これからも仲良くしていこうぜっつってね、クリさんちょっとお兄ちゃんぐらいな感じで僕はちょっと年下なんですけど、でも大体同世代っていうね感じで仲良くさせてもらってて、趣味もすごいあってね、別のねそのキャンプの動画で紹介してますけどガジェット好きでね、クリスさんいろんなもん持ってますよ本当に。それでね僕もね好きなんですよ。こう YouTube やるのもそうだけどこうカメラとかね。でいやクリスさんこんなん僕考えてるんですよねっつったらね、その夜とかにねいいのありますよとかって Amazon のリンク貼ってくるんですよねクリスさんが。でねいやーと思うんだけどもうついポチってやっちゃう時もあったりしてね。Amazon 怖いっすね。怖いっすね。でまたクリスさんがダイレクトにもうリンクをねこれって言ってくるから、もう本当にね気をつけましょう皆さん。ポチッと危ないですよ。でクリスさんは、水産で頑張りながら、教会でも頑張ってくれてて、クリスチャンライフの話をしてそうなんですよ。一応牧師と教会のメンバーなんですよ、ね。ちょっとその辺も話していただいていいですか、ね。僕はだから母方の方の祖父が横浜で牧師をやっていて、そういう流れで、クリスチャンファミリーで育った。母方の方の祖父、だから僕もおじいちゃんが牧師なんですよ。一緒っす。一緒っすね。牧師の孫。PGK Pastor's Grandkid っていうPastor's Grandkid この発音ね。アメリカ人だからスーパーバイリンガルなんですよ。本当にスーパーバイリンガルで、そうですね、僕はオレンジカウンティの、ホーリネス教会ですね。そこでもうほぼ生まれ育ったと言っても、過言ではないというか、高校生まではそうですね、ずっとですね。で日本行った後も日本のその横浜福音教会で日曜学校教えたりとか、でもそこでのユースグループの青年隊ですが、ドラム叩かせてもらったり、バンド的なことをやらせてもらったり、あと平日もその英語を教えられるんで、英語をその教会の子供たちに。いや最高ですねそれはね。教えたりとか、特に日本という環境の中ではそういう方が教会にいてくれたらね、本当にいろんなことが可能性広がっていくと思いますね。で早稲田とまたダブルスクールで JTJ っていう上野にある進学校にちょろっとだけ聴講っていうんですか、で授業を受けさせてもらったりとか、自分も牧師になるかみたいなそういう時期もあって、で進学校行かせてもらってた頃もありましたのでね。なるほどね。今シカモアね。いや今シカモアにね来てくださって、お仕事の関係でねオレンジカウンティからこっちの方に移ってきているっていうことがね大きいですよね。でこのシカモア教会のねあたりにお住まいでお仕事も近くでされてる中で、日系教会ということでね、日本人の教会を探してくださって、でその中でシカモアを見つけて、去年の1月に来たということになるわけですよね。びっくりしましたね。いやなんか若い人が来たなと思ってね。なんか教会って僕も教会の中で待ってるとね、初めて来た人がいるとその人が教会に慣れてるか慣れてないかっていうのが分かるんですよ。本当にこの人教会自体初めてだなっていう人もいれば、なんかこの人はもうクリスチャンで教会はいろいろ知ってるなっていうのがあって、でクリスさんはもちろん知ってるっていう雰囲気が出てたんですよ。そうだから普通になんかどうしたらいいのかなっていう感じもなく「みたいな感じで入ってきて、堂々とおはようございます。普通に入ってきて、いやなんかこの人前にも来てたかなって思うぐらいに、あれまで会いましたっけ前みたいな感じで、でもでやっぱ初めましてですよねみたいな感じですごいね
これいきなり親しい感じでね入ってきてくださってすいませんそこだけアメリカ人っていやまあそれが良かったんですよ、でちょうど僕たちもね時々レビュースライフでもシカモアロックスとか言ってねバンドやってんのこう出てきますけど、そのバンドを1月にねちょうどクリスさんが来た年のその月にやろうって決めて、ただドラムがいなかったんですよ、ね、でドラムもなかったの教会に。でもやろうって決めて誰かドラムちょうだいって言ったら教会の方がうちの娘がね前に使ってたのが倉庫にあるからあげるって言ってくれてドネーションしてくださって、うわードラムが手に入ったぞと。ただ誰が叩くんだ誰もいねえじゃんってなったんですよ。そしたらその1週間か2週間後にクリスさん来てほんでね足にねトーン記号っつうの、ああそうですねトーン記号のタトゥーがあるんですよまあ一応そういうのもあるし、なんか音楽やりそうだなと思って、まあ確か賛美歌もね大きい声で歌ってらっしゃったと思うんで、うわ賛美歌も歌ってるしこの人絶対音楽系やなと思ってで聞いたわけですよ。でなんか音楽されますかって言ったらドラムやりますっつってちょうど探してるんですよそうもうねこの教会に来て1回目でねもうまた来ますっていう話も全く聞いてないのに勝手にはい来ましたドラム見つかりましたみたいな感じでね、まあみんなお喜びでしたよ。僕もどんな教会からっていう気持ちで来ちたのにょっと見に来たぐらいなのにもう急にうわーみたいなねもういきなりもうドラマーにこう仕立て上げられたじゃないですけど、その後ね、まあ、1月からずっと来てくれて8月にこうメンバーになるっていうね、まあ、メンバーシップっていうのが教会にはあって、まあ、自分の家っていうね、まあ、お客様じゃなくてこれからはまあ人を連れてくるとかね、こう自分の家としてこの教会を大事にしていくっていう思いをまあより強くする。メンバーって本当にいろんな人がいるんで、それぞれの賜物がね、あるわけですけど、クリスさんは日本語と英語ができてしかも聖書が分かるっていうね、まあ、進学校にも行ってたんで実はねバイリンガルのね礼拝をするんですけど、僕は日本語でメッセージを語ってでクリスさんがね僕の日本語のメッセージを英語に訳してくれるっていうことでね、よく2人でこう立ってて「神は愛です God is love」ってこうねクリスさんがやってくれるっていうね、楽しいですもう本当一緒にねキリスト教のことを伝えている同志っていう感じで、ありがたい限りですので、いつもいいメッセージなんで。いやいやありがとうございます褒め合ってるクリスさんは自転車もねされるんで、大好きですね、はい実は今日は本当はね2人でこう自転車も乗るっていう予定だったんですけど今日はねバザーから2日後なんですけども、バザーすごいこう大規模なね準備と片付けがあって2人ともねもうおっさんなんで筋肉痛、足パンパンですね。そうですねで密かに昨日ね、いやクリスさんと自転車乗るって約束してたけどこの筋肉痛じゃきついなと思ったらクリスさんも同じこと考えててクリスさんが僕に「いやちょっと筋肉痛で自転車しんどいくないですか?」ってメールくださってで僕も「いや実は僕もそう考えてました」ってことでね、いやよかった、まあのんびりでのんびりしましょうということでね、まあクリスさんに興味持ってる人いっぱいいたんでかなりクリスさんの生い立ちをね今日聞かせていただいたかなと思ってます。はいでこれからもっともっといろんな世界のことね、さっき言ったようにシーフードバイヤーとして飛び回ってますし、このシーフード業界のこともそうですし、いろんなこと知ってらっしゃるのでまた出ていただきます。よろしくお願いしますそれではいつもご視聴ありがとうございます。皆さんどうぞお元気でまた次の動画でお会いしましょう。バイ。ヒカキンみたいになっちゃった最後